無活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー143新 SD 戦国伝超機動大将軍編のキット気流ガンダムを作ります。1995年に発売されたキット。まずは素組みでの組み立てです。キットの開封から。定価500円の超機動大将軍編での第3弾のリリースキット。パーツの封入は2袋でした。パーツは白・黄色の成型カラー。メッキパーツとポリキャップとシール、ガラス玉が付属。変形ギミックは武者形態、そしてスーパーモード、潮流の構えへのチェンジが可能です。しっかりとコミックワールドもついた説明書です。説明書の構成は8ページ。鉄騎武者鋼丸のパーツを組み替えての連動ギミックもあり、コミックワールドは投資で137のクレジットでした。エイブラム、竜帝の使者がこの気流ガンダムです。異国武者、党派5人衆の一人。デザインベースはドラゴンガンダムです。各パーツを説明書に沿って組み立てていきます。まずはポリキャップを組み込みながら頭のパーツのジョイントです。目のシールはこの製作パートで貼り付けてしまいます。パーツのはめ込みにはプラモデル用接着剤のミスターセメント流し込みタイプを使って丁寧に組んでいきます。今回はパーツカットは説明書に沿って全て薄刃ニッパーでカットをして準備をしていきました。次に胴体です。ボディはシールでの色分けが前提の白の成型カラーです。ここで棍棒を作ります。黄色パーツにメッキパーツにて腕を組み立てます。ポリキャップが入って可動域のある腕の構成になっています。旅途中のゴッド丸と手合わせし、その強さに惚れ込み、兄貴と慕うようになります。陽動のためゴッド丸と別れ、鋼丸と共にガウンランドへと向かいました。性格は好奇心旺盛で何でも首を突っ込み、強そうなやつを見るとすぐに勝負を挑みます。ただの暴れん坊に思われることも。気流ガンダムの構成は頭部にある武竜玉が戦いを司る竜神、武竜の力が宿る秘宝です。扱うには強靭な精神力が必要。そして脚部です。こちらは黄色の成型カラーパーツ。連動ギミックとして同シリーズの鉄騎武者鋼丸のパーツが装着できるほか、地上最強編の合体アイテムアーガマに乗せることができます。ここからは武者形態を作る武装パーツです。兜を構成するパーツを組んでいきます。まずは角、ガラス玉を仕込み、木の文字を浮かび上がらせるシールを貼り付けます。組み立てに要した時間は約30分でした。続いて弁髪。4つのパーツを組み合わせて作ります。超機動大将軍編は SD 戦国伝シリーズでは7作目。F91 とその一族を主人公にした新 SD 戦国伝のシリーズとしては4作目です。そしてヘルメット。これが兜のベースになります。超機動大将軍編でのキットの特徴としては、スプリングギミックの廃止。毎回キットには特殊素材が使用。リアル武者の定番化が挙げられます。角、弁髪、ヘルメットをジョイントさせて兜を作りました。竜頭を作ります。緑のメッキパーツがこの辺りは大活躍です。バックパックはポリキャップを仕込み、2つのパーツを組み合わせて作りました。そして左右の肩アーマーを作ります。中に組み込むメッキパーツは挟み込む向きを間違えないようにします。登場キャラの異国武者は SD ガンダム外伝、SD コマンド戦記、ガンドランダーの世界をモチーフにされていました。軽装形態を組み上げていきます。腕部から順にパーツをジョイントしていきます。シールでの色分け対応になっていた箇所は後ほど塗装で対応します。
頭部を接続して完成です。棍棒は背中に背負わせました。フロントビューからリアビューがこちら。続いて武者形態を組んでいきます。バックパックに龍河を接続します。バックパックを取り付けた後、左右の肩アーマーを接続。胴体正面に龍頭を取り付けます。兜をジョイントして背中に棍棒を取り付けて完成です。フロントビューからリアビューがこちら。素組みで組んだパーツは一旦分解して次の塗装工程に向け下地をつけるべくミスタースーパークリア艶消しを塗布してマットな塗膜を作っておきます。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー143新 SD 戦国伝超機動大将軍編のシリーズから気流ガンダム、まずは素組みで軽装形態、武装形態までを一旦作りました。次回パーツをペイントしていきます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。